盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね、ちょっと急ぎで回してる感じはあるんですけど、香川県では全然感じれないんですが、ニュースとか見てたらすごい雪の地域はもうむちゃくちゃ降ってるなっていう、そういう中で盆栽されてる方やっぱおられると思うんですけど、そういう方向けの今日お話ししようかなと。で僕自身がもう温暖な香川県で暮らしてるので、その雪で困ったっていう経験がもう全然ないんですけど、そこをそう雪国の方とか僕のお客さんがいろいろ調べてくれたりとか、プロの方雪国のね経験のある方にいろいろお聞きして、ちょっと今回お話できるかなと思って今回しております。基本的に、松盆栽、これ今ここにあるの五葉松ですけど、五葉松寒さにもともと結構強いと。で黒松にしても寒さには強いんですね。だからその寒さ自体には怖がらなくていいかなと思います。問題は雪ですね。で雪がすごく積もるとか枝の上に雪が乗っかってくると思うんですけど、それがやっぱりねちょっと良くない場合があるんかなと。でここにある盆栽わざとちょっと枝細めな枝のか弱い感じの持ってきたんですけど、ここに僕のもう体験したことのないような、豪雪地帯のね雪がすごく降る地域の雪がここに積もってきたら、ちょっとやっぱ枝が形が変わるか、もしかしたらもうとんでもなかった折れるみたいなこともあるのかなと思うんですね。でそういう場合は、盆栽の用語でも室入れっていう言葉があるんですけど、室内に入れる。でも室内といってもですね、この単に僕らが住んでる家の中、あったかい中入れるんじゃなくて、温度は寒い状態がいいみたいです。だいたい調べたらね、3度から10度とか5度から10度とかね、だいたい5度前後とかね、寒い、もうほんと冬の寒いあたりで管理しないと、あったかい部屋の中入れたら春かなと思って木が成長しようとするんですね。だったら成長しようとした時に体力消耗する、いろいろ栄養がいる、日光もいる、水もいるみたいな感じになると、室内入れても良くないんですよ。あくまでその冬の寒い状態、もう冬眠状態、もう熊が冬寝るみたいな、もうそういう状態に持っていっての室内、でとにかく雪を防ぐという、単純に寒さから防ぐじゃなくて雪を防ぐ意味で室入れをしたらいいんじゃないかなという、今のところの結論に至っております。で上から雪降ったら、下が空洞なんでね、やっぱり枝が折れる、曲がる可能性があると思うんですけど、これは大きい盆栽なのでなかなか難しいんですが、小さい盆栽なんかですとね、うちのお客様がですね、札幌にお家がある方がおられて、で1シーズン冬のもうワンシーズンの中ずっとね小さい盆栽でしたけど、うちの僕が種まいた黒松ですよ、完全に雪の中埋めたまんまにしてもらったんですよ。で雪が溶けたら全然平気でしたと。何にもして雪の中埋めただけ、水もやらないです、そのまんまで。だから雪自体もまた悪くはないのかなと。問題はもうさっきも言いましたけど、雪の重みに対しての枝の悪い影響、それを防ぐための室入れで、なおかつ室の中は寒いぐらいの方がいいと、そういう結論に今至って、だからその今ね雪がすごい降ってて盆栽どうしたらいいのかなって悩んでる方は、もう完全に埋まってたらもうそのままにしときましょう。でちょっと枝がなんか心配だなっていう方は軒下入れるなり、ちょっと温度の上がらない室内納屋みたいなとこがあればそういうとこでもいいのかなと。多分結構暗くてもいいのかな、多少は日当たりがあった方がいいのか、そこはちょっとね多少なんか日当たりあった方がいいっていう説もあるにはあったんです、調べてたらね。そこはちょっとごめんなさい、完全にわからないとこ今言っちゃいましたけど、とりあえず室入れるのは OK と。そういう経験されてる方、ずっとねやられてる方もおられて、枯れないっていうのはちゃんともう実証済みですんで、そんな感じで雪対策冬対策してもらえたらなと思います。本日は以上です。北谷4,000円ダメ北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンよろしくお願いします。
はい、少しお時間ください。YouTube やメルマガでね、たくさんお話ししてきたんですけども、初心者の方から最初どこから学べばいいかわからないというお声をよく聞きます。盆栽で一番大事なのは、とにかく最初のね、1年を枯らさないことだと思います。まずはね、やっぱり水やりと置き場からで、しっかりと管理を体系的に学べる、ウェブ講座を作りました。はい。で今盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版という名前でですね、通常3980円なんですけども、今は発売記念キャンペーン中ということで半額の1990円で、発売させていただいております。詳しくはこの動画のね概要欄をご覧いただければ載っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。